こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイやっていくぞ。前回はレッシーさんが仲間になりました。ダバに次いで強いキャラなので、大活躍してもらいましょう。あと、ビルギットさんも仲間になりました。ついでみたいに言うのやめたれや。レッシーと比べるとどうしても、な。それではインターミッション結果です。やはり、バーニーといえばリガズイだろう。このやりたいことが一発でわかる悲しさ。HP を改造して、威力を上げるぞ。HP のことを威力っていうのやめてください。これによりサラがしばらく出撃不能になります。まだダンクーガに合体できないし、普通にやってても何ら支障がないですね。前回ゲブレイはもういいと言ったので、姉さんが来ました。こいつら本当に1話おきに出てくるのいい加減にしてくれ。さて、このステージだが、ポセイダル軍は 5EP になると撤退してしまうぜ。それまでにできる限り敵を倒しておきたいな。5ターンしかないんじゃ、姉たちを倒すのは厳しいでしょう。意外とそうでもないんだぜ。まあ普通の戦力なら、そのまま突撃して間に合うんじゃないか。普通の戦力じゃないんですがそれは。まあものは試しだ。チャレンジしてみようじゃないか。ちなみに頑張って姉を倒しても、そんなにいい強化パーツがもらえるわけじゃないので、無理してでも倒す、なんて考えないように。手に入るのはマグネットコーティングらしいです。下と上、敵部隊が分かれていて、下に姉たち本体、上にはバッシュとブライアが少しだな。下にはダバ、レッシー、ブライト、バーニー、エマさんが向かった。残りは上の部隊を倒しておきたいですね。ブライアはどうとでもなるが、バッシュがな。いかにガンタンクで攻撃できるか、といったところだろうか。うまいこと狙われて、反撃で減らしたいところです。しかし、こう移動して自分から向かっていく戦いは得意じゃないな。待ちゲー戦法が基本でしたからね。待ちゲー以外だとガンタンクが本領を発揮しにくいぜ。下の部隊はダバは加速を使って一気に移動。残りはアーガマに乗せて一気に移動したぞ。ビル軍ばかりで地上ユニットは移動しづらかったですからね。そしてバーニーを定位置にセットだ。なんていい場所。このまま爆発できれば、ネイアントン・ヘッケラー3人を同時に巻き込めますね。このまま移動しないでもらいたいところだな。ところでアントン・ヘッケラーがバッシュからアシュラテンプルに乗り換えてますね。勘弁してほしいな。みんなバッシュにでも乗ってくれればいいのに、こぞってアシュラテンプルを持ってきて。そんなにアシュラテンプルが好きか。なんかエマさんは下手に出撃すると狙われそうで怖いな。とりあえず、爆発を当てたい奴らが移動してこないだろう距離に配置したぜ。レッシーさすがの強さですね。4段階改造は伊達じゃないな。戦艦に乗せて宝気力が下がっているが、問題なさそうだ。序盤は頼りになる存在ですね。見えない盾、ほんま、露骨にダメージが違いましたね。これで目標の3機は動きませんでしたね。完璧だったな。エルガイムに高性能レーダーをつけると、アシュラテンプルやオージェとパワーランチャーの射程が同じになるから便利だな。もともとは少し短いですもんね。
いい感じに反撃で減らして撃墜できてきたぜ。始めるか、俺の自爆ショー。いやーいいダメージだ。そしてリガビはバックウェポンシステムを失うだけで、モビルスーツ形態として残るぜ。この後もう一回自爆することで、必殺の2連自爆も可能となるぞ。落ちなさい。しまった。自爆で体力をごっそり削れたのであっさり撃墜だぜ。そしてリガビはビームサーベルの威力もなかなかにあるので、自爆で減らした相手をそのままバーニーで攻撃することも可能だ。修理費用を払わないノーリスク自爆、からのリガズイ自身での攻撃。これは有効的な戦法ですね。覚えておれよ。バーニーが活躍してる。ビームサーベルなので、切り払いにはご注意だぜ。踏み込みが足りなくならないようにな。さて、これで残りは雑魚がたくさんとねえだけだぜ。思った以上にあっさり減らせたな。まあバーニーの自爆あってこそだな。リガズイ爆破は、この縛りだと強い敵、めんどくさい敵がいたら必須レベルだな。足りない攻撃力を補うことができますからね。正直、スーパー系が使えればボスボロットでも修理比重の自爆ができるが、これのあるなしで倒せる敵が変わってきそうなくらいだ。そんなにいきますか。リガズイ爆破2回で1万程度、ボロット爆破で6000程度と考えると、それだけで1万6000は減らせるからな。頑張ればヤバそうな敵とか倒せないもんかなと。いや無理だと思いますけどね。バッシュの配置が最高に悪く、ガンタンクのキャノンが誰にも撃てない始末。みんなガンタンク狙ってきて近づいてきたからな。ガンタンクが狙われないようにする必要があるな。サターン版 F では、敵の思考ルーチンは、今一番ダメージを与えられるやつを狙うって感じみたいだから、HP よりも装甲を改造した方が狙われにくくなるのかな。この私がパワー負けしている。生意気なんだよ。自爆のおかげで特に何もしてないが姉さんの体力がもうほぼ残ってないな。これはもうダバさんで撃墜できそうですね。森の中にいるせいでカルバリーテンプルに思ったようにダメージを与えられない。バーニーが落とせるかどうかだな。ちなみにこのターンを回すと、もうポセイダル軍は撤退するぜ。なんとか落とせたな。資金を無駄にしなかったぜ。まあカルバリーテンプル1機の資金なんかより、オージェを幸運かけて倒した方が圧倒的に大きいんですけどね。やってみる。何バカな。ポセイダル軍が撤退して、第4使とシャムシエルが登場しました。シャムシエルさんですが、数ターンすると勝手に撤退します。なので、エヴァで適当にひらめきかけておけば終わります。なお、シャムシエルさんは射程1の攻撃しかないので、逃げ回って終わります。あれ、これもしかして1回も戦闘発生しないんじゃ。はっはっは、そんなバカな。本当に戦闘発生しませんでした。こいつ本気で何しに来たんだ。
州と剣道にそれぞれ思惑がありそうですが、エヴァ組がやってきましたね。出撃できない分、会話パートで彼らの出番はたくさんあるぞ。脱出装置は完璧じゃありません。そんな完璧だったら誰も死んでないはずなんだよな。無事に王者たちを倒してクリアです。自爆戦法は今後ともお世話になる重要な戦法です。バーニーがリガビに乗ったら自爆を狙う合図だぜ。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。